ある前奏の本に、怒りを持つ鳥の卵には怒り、欲求不満な牛の乳には欲求不満が含まれる。だからそれを食べた人も怒り欲求不満になるから気をつけろということが書かれていて、首をかしげました。怒りの心で何か言えば、怒りが相手に伝わり悪影響を与えるということなら理解できますが、食べ物のことは理解できません。卵や乳、牛乳ですねに怒りが含まれることはあり得るのでしょうか。卵や牛乳を口にするたびにそのことを思い出して釈然としませんというだからね、いろんな宗教の方々はね、自分の教理というんですかね、自分のイデオロギーをね、ドグマをね、説得するためにはいろんなことを言いましょう。もう宗教だから科学的に証明しろよと誰も言わないでしょ。だから宗教の語る方々は楽ちんなんで言っちゃえばいいんだからね。それは誰禅の僧であろうかテーラワード僧であろうかキリスト教イスラム教でみんな同じなんで、みんな宗教という特権持って言っちゃえばいいと思ってるんで。テーラワード仏教もそういうことですよ。いろんなことをへっちゃらで言うんだけど本当にっていうこととはね結構ありますよ。スリランカでもね、このテーラワードの連中はね、連中と言わざるを得ないんだからね、とにかく肉魚やめさせてもらうために、菜食でしてもらうために、いろんなくだらんことを言うんです。一番最初にスタートしたのはこの牛肉食べてはいけないというふうに。で、勝手に誰かがアホが思ったでしょうね。牛肉は食わんぞとれはとかね。それからその上で哲学みたいなもの、宗教みたいなものを組み立てて、けしからんが仏教と通しては牛肉食べるなんてことやと。勝手にしろってことしかだからね、本当にスリランカ人の頭いかれてる仏教徒たちがね、牛肉食べたら仏教徒じゃないと思ってるんです。もう私が生まれた国ですけどね、でバカにはバカと言わないとどう言えばいいんですかね。それで私にも私はちっちゃい時ね、大学にも入ってなかったもすごい小さい時おじいさんがね言うんですね。自分肉魚何も食べないんですね。しかしその古い人間だから本当にいいおじいさんですよ。結局はもうすごい体質でも清潔で。奥さんが亡くなられてるんですね。それからしっかりと清潔でもう何も汚れた思考もなく、生活しているんですね。だからその人言ったのはね、やっぱり牛でも豚でもね殺す時は喜んでいないでしょ。ものすごく怯えて、すっごい怯えて、もう怖くなって、この一番生命誰だって一番嫌がる気持ちやと、その時はもう体中ものすごい勢いでその怒りのとか恐怖のね嫌な気持ちがいっちゃいますよと。
だからその生命の最低最悪の精神の状態で出来上がった肉をね食べていいわけないと思いますけどと言うんですね。それより私が気に入ったのはそういうことよりも、その時点忘れた、私はね、朝の体を洗って歯を磨いて髪の毛も洗って服も洗ってしっかり入れて、昼も1回ぐらい顔と洗ったりして、夜も体きれいにしてとかね、そうやってすごい自分がきれいに体を外を磨いてるんだけど中に痛いばっかし入れるんだと。だからなんか歩く墓場みたいやと。私は歩く墓場になりたくないんだと。モバイルセメトリー私はモバイルセメトリーになりたくないんだよ。なるほどだから言ったことは論理的で理解だって、死んだものでしょが食べてるのは。痛いばっかし食ってるでしょ。だから痛い処分するのはもうセメトリーでしょ。日本といえば火葬場でしょ。だからモバイル火葬場ですね。そう思っちゃうとあんまりかっこよくないなっていう感じにはなったんだけど、私は別に菜食主義にはならなかったんですね。あれぐらいのことで。っていうか別にもうほとんど我々の習慣はほとんど野菜食べているんですね。たまたま干し魚とかね見つけたらそれも食べますけど、毎日ってわけでもないんですね。だからあんまり菜食主義っていう何か主義がいらないんですね。とにかくこの我々は宗教家しゃべると気をつけてください。だから私がしゃべってる時でも気をつけてください。だって私は科学証明するし宗教だからね、言っちゃえばいいっていう特権があります。私にも誰も色を持たないんです。怖いんであんたそう言ってもどうかなと、そんな勇気一般人でないんです。ただ神父さんに向かって「あんた言ってるからちょっと信頼できんや」と、誰もだからボスではなくて神父さんに対してもそうは言わないんです。だからこの一般人のそういうソーシャルモラリティで普通の道徳的なところは弱というかそこはあるんだから、それで宗教家がもうバンバン言う。だからそろそろスティックにスピーカーつけて、そろそろ神様が最後の審判にこの世に来るんだから、神様を信じている人々だけ天国に、他の人々は永遠に上と言い始めると思いますよ。もう12月でクリスマスからお正月まで一番派手にやるのはお正月だって。日本人みんな外へ出ているんだからね。今回はどうなるかわからんだけど、毎日ね一番笑ってしょうがなかったのは、昔八重さんと一緒にどこ行ったっけ、成田さんでもう順番待ちですよ、寺に入るために10回並んでね。あれほどでクリスチャンの方々はスピーカー続けて、何時らはもう神を信じなかった地獄の邪魔するとへっちゃらで放送しているんですね。だから人々にちょっと理性があったならば、仏教徒っていうのはどれほどありがたいとその瞬間で分かるはずなんですね。誰もお寺の前でなんだこれはって言ってないんです。みんな別にそれ並んでるんです。だからそういう外国人でしたけど、そういう人々の国でそんなことやったら、カトリック教会の前で我々はね、神様ではなくブッダを信じてくださいって言っちゃったら、もうどうなるかわからんですね。
まあとにかく言っちゃえばいいやっていうことでみんな宗教の世界は考えているんですよ。だからすぐ世紀末になるんだ言ったらまあ言っちゃえばいいんです別に。だから誰も世紀末はいつ何時何分で来るでしょうかと。イエスは再び現れるんだったらどんな場所で現れますかと。まあ当然イスラエルでしょうね。でそこを保証じゃなくて証拠ありますかとかね。あるいはなんで今まで待ったのかと。そういうふうに質問しないでしょ。だからこの質問はすごくありがたいんですよ。この宗教家に気をつけてください。私も含めて言っただけになるんじゃないんですよ。しかし宗教家にはこうヘリクスやら論理的でないもの、科学的でないもの、あれやこれやっていうふうに言う自由があるんです。なぜならば宗教だからそちらで信仰っていうものがあるんだからね。でおそらくこの本会対等が菜食主義でしょうね。まあ基本的には日本のお寺は、まあ、中国文化だから菜食主義になるはずなんですね。どうせ日本のお寺でね、まあそういう料理作ったりする時はもう全部精進料理になりますけどね。だから精進料理を売りたかったでしょうかね。だからそのために宗教を置いておいて我々は精進料理食べてるんだけど、これで結構おいしいんだよと、なんか気持ちいいんだと。肉魚食べるとなんかどこかでなんかキモいと感じますけど、まあ試しにあんた方は2日3日ぐらい精進料理食べてるいかがでしょうかとかね、そういうふうに言った方がいくらか優しいんだけどね。まあこの本はおそらく精進料理を PR したかったと思いますね。それで根拠ない、もう根拠もない、もう全くもうちんぷんかんぷんの嘘を言っちゃって自分が売りたい品物は売れなくなっちゃったんですね。コマーシャルが間違っちゃって。だって怒りって物質ならね、怒り物質はないんです。心の状態だから、精神状態だからね。だから心変わると体当然変わりますよ。ですぐ心と体もすぐ変わりますよ。でも体いくら変わったってもこれ体の成分であって、体に全く関係ない成分は入らないでしょう。例えばエンドロフィン出しちゃう、あるいはエドレナリン出す。でエドレナリンは体いきなり動かしちゃうんだけど体に毒、エンドロフィンは体に毒じゃない。成分見たら全部タンパク質でしょ。同じものなんです結局は。だから仏教は知らん、そんなエドレナリンのこととかね。仏教は昔の教えだからね。仏教は知ってるのは地水化風という話だけです。だからこれから殺そうとしている牛がなんか怯えちゃうと恐怖感でなんか心が硬くなっちゃって心臓がグググッと動いやって、もうちょっと体の構成が変わるかも。だからそれも地水化風。牛さんがすごく気持ちよく人に撫でてもらっちゃって餌ももらっちゃって優しい言葉かけて牛もいい気分でいる。そうするとも生まれる物質は
地水火風です。だからわからん、まあどちらの地水火風が偉くてどちらの地水火風が偉くないっていうこともちょっと話にならないんですね。あるいは千円札2つ持ってくる。この千円札は品質はいい、この千円札は品質が悪いってある。でもこれは新しい番号を見ても新しい番号、これちょっと古い汚れてみるっていうことはあり得る。この千円札はすごい新しい、出たばっかし、ピカピカ、これは結構使っちゃったね、売って折り目も入ってるんだと。でもコンビニで意味がないね。1000円のもの品物しか買えないんで、それには新品の1000円札あげたっても結構古い1000円札あげたっても同じことですね。それが私の答え。まあ戦後つなげてあげません。この場合は自分でつなげてみてください。これは宗教家としてやる一つの態度です。なぜならばこれもある宗教家についての質問だからね。だからこの帽子は間違って私が正して言っちゃうと同じ泥の沼に私も飛びますからね。そちらに飛びたくはないんです。まあ心は物質ではありません。心の変化によって体の構成は変わるんだけど、変わっても体の構成は同じものでできているんです。それはもう変わりませんよ。もしかするとこういう思考を持っちゃうと体に菌が現れるんだよとこう言っちゃうならありがたいんだけどね、その菌が尿から出ますよって言ったら尿全部溜めてそれで菌だけ取り出しちゃって売っちゃ金儲かることもできますけどね、そういうのはないんです。同じアミノ酸でプロタンパク質で同じ物質しか現れませんですね。はい、以上です。はい、ありがとうございます。